皆さんこんにちは。ヨガインストラクターの宮城ゆかです。前回の動画、骨盤と背骨を整えるヨガはやっていただけましたでしょうか。で、今回も割とフルのレッスンをやりたいと思います。で、ただ、初心者向けというよりはすごく慣れてる人向け、かなりがっつり動きたい人向けになるので、初めての方やまだあんまりアーサナの名前がわからない、ポーズの取り方がわからない人はもうちょっと優しい動画をやって練習をしてからこの動画にチャレンジしてみてください。で、慣れている方はどんどんアーサナを進めていきます。で、いつもよりはちょっと説明が少なくなるので、わからないなと思ったら一回止めてでもゆっくり入ってみてください。それでは始めていきましょう。それでは始めます。まずマットの上に四つん這いになっていきます。今日はどんどんポーズを進めていきますので、できるだけ呼吸に合わせて動いていきましょう。まず四つん這い、つま先を伸ばした状態からお尻をかかとの方へ引いてチャイルドポーズになっていきます。で、腰背中に呼吸を通しましょう。ゆっくりと深く息を吸ってで吐きます。で、ポーズの最中、ヨガの最中はできるだけ深い呼吸をしますが、無理に呼吸をして苦しくなるようであれば自然呼吸で行ってください。ではまずは手を自分の方に寄せながら腰をしっかり丸めていきます。で、背中も丸めましょう。おでこと膝がつくかどうか、まだ体硬いなと思ったら無理しないように。で、背面に呼吸を通しましょう。深く息を吸ってで、吐きましょう。じゃあその背骨を動かします。顔を上げて四つん這いになりましょう。左右の座骨が後ろ、頭が遠く、ゆっくりと息を吸って吐く息で胸をしまいます。みぞおちを天井、お腹を薄くして腰丸めます。手は床を押しながら丁寧に背骨の後ろ側を伸ばしていきます。ちょっと体重を後ろに引いたら手は斜め前に押すような感じ。前に来た時は真下に押してください。じゃあそれを何度か繰り返します。お腹をボコッと膨らませないようにやりましょう。真ん中で止まったら四つん這い、吸いながら背骨を伸ばします。そこから今縮めてたお腹を伸ばすように股関節入れて、そこから胸を引き出します。手はちょっとマットを後ろに引きながら胸を前で首を伸ばしましょう。で、みぞおちから吐いてゆっくりとキャットポーズ。吸う息で背筋伸ばしてから胸を開いてカウポーズ、背骨の動きを出します。ラスト吐いてもう一度キャット、背面を開く、肩甲骨開く意識です。吸う息は背骨伸ばしながらお腹、胸を伸ばします。開いていきましょう。反るよりは体の前側を広く伸ばす。ゆっくりと四つん這い、今度は右の肩と右の骨盤を寄せていきます。側屈です。背骨の動きを引き出します。じゃあ真ん中に戻って反対、左の肩と左の骨盤を近づけるようにして、今度は背骨を左側屈にしていきます。ゆっくり真ん中に戻ります。もう一回キャットポーズ。腰、背中、首の後ろも丁寧に伸ばす。ゆっくりと四つん這いになってつま先を立てます。で、お尻を引きましょう。手をできるだけ遠くへ伸ばしてパピーポーズです。手をうんと遠くへ伸ばすと肩が上がります。そこから少し肩がリラックスする、肘が落ちるところまで持っていきます。で、手の幅は肩幅かちょっと広いか、人差し指を正面に向けて顔を上げましょう。手でマットを床の方に押しながら頭を持ち上げます。で、今胸が落ちているのでちょっとみぞおちをしまいます。じゃあそこからゆっくりと上体を前。つま先立っているので膝持ち上げましょう。腰を丸めずに左右の座骨が天井に登っていくように手を前です。みぞおちはベローンとしないで少ししまっておきます。そこから膝伸ばせる方は伸ばしましょう。かかとを下ろせる方は下ろしてダウンドッグポーズです。足の指を軽く上げます。で、そこでももの裏側、ふくらはぎの伸びをもう一つ感じます。で、今度は足の指を下ろしてかかとを下ろしたまま膝曲げます。ふくらはぎの内側の伸びを感じます。ゆっくりと曲げた膝を後ろに押さないように上に引き上げるようにして足を伸ばす。で、つま先立ちで親指の付け根と親指でマットを蹴りましょう。後ろにこう蹴る感じですね。
で、そこからかかとを遠くに下ろしてダウンドッグポーズ。足をしっかり安定させて、肩甲骨の内側から手を押してます。もう一呼吸しましょう。じゃあ手と手の間を見ましょう。ゆっくりと上体を前に押し出します。そしたら膝を先について、背筋伸ばしたら肘曲げてうつ伏せになりましょう。手のひらでマットを後ろに引きながらブジャンガーサナ。胸を開く、背骨を貸します。吐きながら頭のてっぺんを遠く一度うつ伏せ。何度か繰り返します。腕を後ろに引いて、ブジャンガ、胸は前。背中、肩甲骨の下、脇の下あたりを使います。吐いて、頭がもう一個遠くに行くように。肩が前に入らないように。もう一回だけ吸ってブジャンガ。で、肩の環境を変えないで腕伸ばしましょう。アップドッグ、胸を開きます。膝ついて四つん這い、つま先立てたらダウンドッグポーズへ戻りましょう。ゆっくり呼吸、背骨に呼吸を通して腰、背中の広がりを感じます。で、吐く息は真下に降りるんじゃなくて押しながら体を持ち上げる。じゃあ今度は膝持ち上げたままいきますね。手と手の間を見て吸いながら上体を前で吐いて肘90度チャトランガダンダーサナ。つま先を返しながら肩の下に手、胸を開いてアップドッグで、吐く息で左右の座骨が天井方向、ダウンドッグポーズに戻ります。きついなと思った方は膝をついて毎回行ってみてください。で、大きく伸びをしましょう。左右の骨盤から肋骨が離れるように。手と手の間を見て両膝を曲げます。手の方に歩いていきましょう。アルダウッターナーサナです。手をすねの上、お尻は後ろ、胸は前で、かかとの方じゃなくて親指側をしっかり押しながら内ももを引き上げて胸を引き出します。で、腰を伸ばしたままお腹からゆっくり前屈します。ウッターナーサナ、前屈。ちょっと膝曲げて、そしたら下腹部をペコーっと薄くして膝を後ろに押すんじゃなくてお尻を高く天井へ持ち上げるようにして、もう一度膝伸ばします。ウッターナーサナ。じゃあ骨盤から背骨を一骨ずつ伸ばすようにしてアルダウッターナーサナ。腰が伸びてるんだったら手はマットで大丈夫です。胸を引き出します。で、吐いてもう一度前屈しましょう。ウッターナーサナ。前屈。もう一回いきます。吸いながら背骨に呼吸を通して胸を開き、首の後ろを詰めないように。親指側も踏んで吐いてウッターナーサナ。下に踏む力でお尻が上がります。肘を少し後ろの壁。吸う息でアルダウッターナーサナ。少しずつももの裏が伸びてきたら膝をちょっと曲げて下に押し込みながら胸を上げます。ウルルバハスターサナ。手が上がるんじゃなくて手の方向に向かって胸が引き上がるように。で、吐きながらサマースティッチ、まっすぐ立ちましょう。手を前から上げます。吸う息でお腹引き上げて胸を高く。で、吐きながら股関節から前屈しましょう。最終的には腰背中が少し丸まっていきます。アルダウッターナーサナ。吸って腰伸ばす、胸を引き出す。で、吐きながらもう一回前屈をします。吸う息は手前から上げてしっかり下に踏む。で、骨盤をこうやって前に押し出さない。恥骨を少し引いて体が前に出るんじゃなくて体が後ろに下がる。その分手が前に出てます。で、胸を上げてます。吐いてサマースティティヒです。まっすぐ立った時につま先側に体重が行きやすい方はくるぶしのあたりを意識して床に押し込んでください。もう一回いきましょう。吸って体が下に押す力で上に伸びる意識です。吐いて股関節から前屈。ももの付け根を中心に集めてそれを引き上げていきましょう。アルダウッターナーサナです。吸います。骨盤、座骨から胸を遠く。吐いてもう一回前屈。ウッターナーサナ。もう一度アルダウッターナーサナで股関節を入れて背骨伸ばしてみてください。かかとの方に体重を乗せます。かかとをしっかり踏みながら膝を曲げて内もも同士を寄せる。で、体持ち上げましょう。股関節から吸う息で胸を上げていきましょう。ウトゥカターサナです。膝が前に出ていかないように足の付け根を後ろに引いて胸を遠く。で、足の付け根引き込みながら両手を前。
で、マットについたらウッターナーサナ、前屈が深まるのを感じてください。アルダウッターナーサナ、吸って体を伸ばしたら両手前から上げましょう。足をしっかり踏んで胸を引き上げ、で吐いてサマスティティ、まっすぐ立ちます。じゃあ太陽礼拝いきましょう。吸いながら足の力で胸を引き上げ、小指を遠くのイメージ。吐きます。ウッターナーサナで首を長くします。吸う息でアルダウッターナーサナ、顔から動かずに骨盤、下腹部のあたりから動く。吐いて両手マット、右足から下がりましょう。チャトランガダンダーサナ、頭遠く、肘を90度。吸う息でウルドゥバムカシュバナーサナ、アップドッグです。お腹を伸ばす。で吐いてアドムカシュバナーサナ、ダウンドッグポーズです。私もそうなんですが、肘張りやすい、膝張りやすい方は軽く緩めて、それを関節が止まるところじゃなくてまっすぐになるところ、しっかり押せるところでアーサナをキープしてください。じゃあ手と手の間を見ましょう。両足つま先立ち、体幹を強くしたいので右膝曲げます。でゆっくりとみぞおちを天井、腰背中をしっかり丸めながら上体を前、後ろの足は蹴ってます。で右足を手と手の間、左足も寄せたらお腹縮めてたのでここで伸ばしましょう。アルダッタラーサナで吐いてウッターナーサナ、前屈。吸う息は手を前から上げてウルドゥバハスタ、骨盤が前じゃなくて足をしっかり床に踏んでいく。吐いてサマースティティヒ、まっすぐ立ちます。もう一回吸いながら手を前から上げて背骨の動きを感じてください。吐いてウッターナーサナ、ここは背面が広がります。アルダウッターナーサナは縮めたお腹を伸ばし胸を開く。吐いて両手マット、左足から今度は下がってチャトランガダンダーサナ、肘を90度で止める。吸う息でアップドッグ、ウルドゥバムカシバナーサナで吐きましょう。アドムカシバナーサナ、ダウンドッグポーズです。お腹はへこませようとするんじゃなくて股関節をしっかり入れて、で体側、体が伸びるように意識をするとお腹がへこんでいきます。自ら、へこませようとすると腰丸めたくなるので引き伸ばすイメージをしてください。じゃあ手と手の間を見ましょう。両足つま先立ち、左の膝を曲げます。でゆっくりと上体を前、自分のことをしっかり押し上げながら前です。左足を手と手の間、右足寄せてアルダウッターナーサナ、吸いながら伸びましょう。で吐いてウッターナーサナ、前屈をします。吸う息手前から上げてウルドゥバハスターサナ、胸が上がる。で吐いてサマスティティ、まっすぐ立つ。足の内ももから踏む力で吸う息はもう一つ自分を引き上げましょう。で吐いてウッターナーサナ、前屈をします。吸いながらアルダウッターナーサナ、腰伸ばして胸高く、吐いて両手マット、もう一回右足から下がってチャトランガダンダーサナ、肘を90度。吸ってウルドゥバムカシバナーサナで吐いてアダムカシバナーサナ、呼吸しましょう。手で押した力がちゃんと股関節に入る場所を見つけます。じゃあ足はしっかりと指の付け根で床を蹴ってかかとを上げる。手と手の間を見ます。右膝を曲げます。で背中を高く持ち上げ続けながら上体を前、右足だけ手と手の間に入れましょう。そしたら左の膝を下ろします。膝から下を内側に置いて体を左に開きます。で右足をちょっと横に伸ばします。つま先が前を向いても横を向いてもどっちでも大丈夫です。で股関節の高さを合わせます。右のお尻が上がりやすいので右のお尻が下、左手を天井、ゆっくりと伸びましょう。両体側を伸ばす。で右手の手のひらは天井の方に向けてゆっくりと側屈に入りましょう。で息を吸います。骨盤から肋骨を引き離します。べちゃっと潰れないで伸びながら入りましょう。で右のももの骨はちょっと外回しをイメージしてください。上体を起こします。吸いながら起きて吐いて下。そしたら今度は股関節を後ろ、腰丸めないで両手を前、大きく息を吸います。吐いて腰は後ろ、胸は前です。内ももが軽く伸びていくのを感じてみてください。吸いながらもう一回前に出ます。
左手をそのまま置きます。右手、肩甲骨から背中からぐっと差し込んで少しツイストを入れていきます。右の肩、肩甲骨を開いた状態でマット。で、骨盤から背骨を伸ばしましょう。ゆっくりとツイスト。まだ体硬いと思うので、強くやらなくていいです。左手で少しだけ床を押します。右の骨盤を床の方へ下ろしながら、ツイスト、入るところまででいいです。ゆっくり呼吸しましょう。内ももを伸ばしながら、体をひねる練習です。では、左手でマットを押しながら右腕を抜いて、一息吐きます。右足のつま先を正面に向けながら、体戻していきましょう。では、左足を伸ばす。で、左のかかとを内側に落とします。ビラバドラーサナの足を作って、両足でマットを押しましょう。で、ゆっくり上体を起こして、体を左の壁の方に開きます。股関節の高さを合わせたら、右膝をももの骨、外回ししながら曲げていきましょう。両手を胸の高さで伸ばして、大きく息を吸います。で、首伸ばしてから右手の指先を見ましょう。ビラバドラーサナ B です。左右の座骨は床、胸は上です。で、胸の中心から手を伸ばし続けて、で、大きく息を吸います。上に引き上げる力が強いと足伸びてくるので、足はずっと押します。押し続けながらお腹を引き上げていきましょう。では次の吸う息で右足を伸ばします。後ろの足をしっかり蹴りながら、右のももの骨、外回しをかけて、ゆっくりと右手をすねか足首の上。で、骨盤から背骨を伸ばして、首も長くしてから左手の指先を見ていきましょう。トリコナーサナです。右のももの骨を外に回して、前のももの骨を外に回して、ハムストリング、座骨から膝の後ろ側ですね。が伸びていく感覚を探してください。大きく息を吸います。ゆっくり息を吸って、で、丁寧に吐きましょう。じゃあお腹を使います。足を踏む力、お腹を引き上げて、左手に引っ張られるように上体を起こしましょう。そしたら右足のつま先を少しイン、左足のつま先をアウト。で、左膝を曲げて、マラサナ入りましょう。股関節から背筋を伸ばす、胸を引き上げます。ゆっくりとつま先天井に向けられたら外旋、ももの骨を外回しです。大きく息を吸って、で、吐きながら体を左に回旋します。右手で左の手首を取ります。お尻は下ろしていいので、左手を天井方向。で、ゆっくりと体側屈です。潰さないように上に伸びながら側屈。余裕がある方は遠くまで行きます。取れる方は手のひらで小指側を取ってください。で、体ひねりたいので、右の胸を天井方向へ向けていきましょう。右のももの裏、足の裏を伸ばしながらの側屈になります。呼吸をしましょう。で、左手天井方向からゆっくり戻して、で、マラーサナに戻りましょう。吐く。そしたら左足を踏んで上体を起こして、もう一度ビラバドラーサナ B に入りましょう。吸いながら右足を伸ばし、今度は左足をもう少し狭くします。で、ゆっくりともう一度トリコナーサナ。スタンスが狭くなってます。で、胸を引き出しましょう。そこから左手で右の足首を取ります。右の足首取ったら、左手と右足の間から右手を差し込みます。で、右手ですねか足首を触る。お腹をすく、左の肘を開きながらもう一度体をひねっていきます。パリブリタントリコナーサナバリエーションになります。で、この肘を開く、肩を開きながら胸、体をひねっていく動作、覚えておきます。じゃあ吸いながら顔を上げて、両手で右手を足の内側につきましょう。右膝を深く曲げます。で、そこから左の手を遠く。で、ゆっくりと左の腕を頭の向こう側、パルシュバコナーサナに入りましょ
右手に乗らないように持ち上げてゆっくり呼吸。では足でマットを踏みながら上体を1回起こします。で今度は後ろの足のつま先を立てます。骨盤を正面に向けてランジのポジション、お腹を引き上げてください。で吐きながら骨盤が床の方に降りるようにゆっくりとランジ。で息を吸って背筋伸ばします。右手が上、左手が下で自分のことを抱きしめましょう。でみぞおちからお辞儀をします。背中を開きたいです。この時に腰丸めていかないで骨盤を立てたままみぞおちからお辞儀で肩甲骨を自分の手で前に引き出すような感じ、背中を広げましょう。ゆっくり体を立ち上げます。そしたらガルーダーサナの手で肘を前で背筋を伸ばします。今度は腰丸めないで股関節からお辞儀、こう入っていかないように股関節からお辞儀をして右足をちょっと開く。でゆっくりと肘を床の方へ下ろします。右の股関節を強くしてます。右足を踏みながら右のお尻を後ろで肘を床の方へぐーっと押していきましょう。落ちる方は落としていいけど乗らないように押します。でゆっくり呼吸。お尻が右に移動しやすいので右のお尻を後ろに引いてください。で肘で落ちて背中は丸くで股関節ちゃんと使います。じゃあ手を離して両手をマット、一つ息を吐きます。で右足を外に開きましょう。で後ろの膝を下ろします。体を引き上げて右の股関節ちょっと開きたいので右のももの骨を外、右のももの骨を外回し、右のつま先をちょっと外に向けて右の股関節開きながらパリブリッタ、体を少しひねってみてください。骨盤から背骨を伸ばして胸の骨を少し使いながらひねります。ゆっくりと体正面、両手をマット、後ろの膝を持ち上げたら左足を胸の方に寄せながら前に抜きます。右手離していいです。前に抜きましょう。でお尻をつく。息を吸います。足は骨盤幅ぐらい。吐いて体を前に倒します。お尻がこう浮かないように左右の座骨をついたまま前に前屈をしましょう。肘がつけられる方はつけます。吸う息は顔を上げて右手を内回しかけながらすねの前から回します。できるだけ足首に近いところ下に下がりましょう。で手取れる方、手首取れる方、指先取れる方はつなぎます。で吐きながらもう一度前屈をしましょう。体が前に行くんじゃなくてお尻をできるだけついたまま右の股関節を開いています。ゆっくり呼吸。じゃあ顔を上げましょう。で一つ息を吐いて手を離します。そしたら今右の股関節を最大屈曲もしたし外旋もしたしももの裏も伸ばしたので右足を取って膝を後ろに引いてみてください。そこから自分の右足を背中、できれば肩甲骨の方に引っ掛けていきます。マリーチャーサナ1個前のポーズが深く入れたらこれがかかっていきます。かける。でお尻をできるだけ床についてください。右のお尻もつきます。で手で足を伸ばそうとすると怪我しちゃうので自分の足の力を使って足を伸ばしていきましょう。右手は外に置きます。で側屈練習しましたね。遠くから手を回して足のこうやって釜足、足首が曲がらないように親指を押した状態で足の外側を持ちます。で胸を引き出してパリブリッタ、トリコナーサナの時にやりました。肘を後ろっていうか胸を開きながら体をツイストしてパリブリッタのスーリアヤンタラに入ります。できるだけ左右の座骨はついたまま自分の足を体の方に寄せます。手の力だけじゃなくて足の力でも寄せてください。じゃあ正面を見ましょう。右足を引っ掛けたまま一つ息を吐いて手をマットで自分の体を持ち上げる力をつけたいので手でマットを押しながらお尻を持ち上げてみましょう。で一呼吸します。
みぞおちをしまう。で、大きく息を吸って吐きます。左足を曲げてちょんとついていいです。で、右足マット、左足を後ろ。そしたら右足も抜きましょう。ダウンドッグポーズ。深く息を吐いて、一回ビンヤさしましょうか。吸いながら上体を前で吐いてチャトランガダンダーサ。吸ってアップドッグ、胸を開く。で、吐いてアドムカシバナーサナ。ダウンドッグポーズです。呼吸をします。手で押した力を座骨遠くへ。じゃあ手と手の間を見てゆっくりと歩いて右足から戻ってください。で、アルダウッターナーサナ。吸いましょう。腰を伸ばす、胸を引き出す。で、前屈。足は親指の付け根もかかともちゃんと踏みます。吸う息は手前から上げて、ウルドゥワハサーサナ。恥骨を前に押し出さないように。吐きながらサマスティティシ。まっすぐ立ちます。反対側も行きましょう。息を吸いながら、足の力をちゃんと中心軸に寄せて、そこから伸びていきます。吐いて、ウッターナーサナ。ももの裏の伸び、左右差があると思います。それを感じてください。アルダウッターナーサナ、吸って伸びる。吐いて両手マット、左足から今度は下がりましょう。で、チャトランガダンダーサナ。肘を90度で止める。吸う息でアップドッグ。ウルドゥワムカシバナーサナ。で、吐きましょう。アダムカシバナーサナです。ダウンドッグポーズ。呼吸をします。手と手の間を見て左の膝を胸の方、ゆっくり上体を前です。左足を手と手の間。右の膝落とします。そしたら右の膝から下を内側に回して体を起こしましょう。右側の壁。左足を伸ばします。で、股関節の高さを先に合わせてください。で、ゆっくり息を吸って骨盤から肋骨を遠ざけて背骨長く。右手を天井方向、左手手のひら天井。息を吸って遠くへ伸びて吐きながら側屈です。左足のお尻が上がってくると内もも伸びないので、左のお尻が上がってこないように側屈をしていきましょう。潰すんじゃなくて遠くから遠くに下ろすような感じ。で、ゆっくりと体を起こします。で、吐いて体側へ。股関節を後ろに引きながら今度は手をマット。お尻をかかとの方へ引きます。腰を丸めないで左右の座骨が後ろ、胸が前です。左のお尻がこう上がってこないように股関節の高さをできるだけ合わせる意識をしてください。もう一回胸は前、お尻は後ろ、で股関節、足の付け根を伸ばします。で、ゆっくりと上体を前、今度は右手を床に置いたまま、左手を足の手と手の間から差し込みます。背中、肩甲骨から床の方に下ろしてくださいね。で、体をツイスト、首を伸ばして頭を遠く、ツイストの練習です。胸からツイスト、イメージはおへそが床、胸が右を向くような感じです。では右手で床を押しながら上体を起こしましょう。で、一つ息を吐きます。左足を前に戻して前に行きましょう。両手で前の足を挟んだら後ろのつま先立てて膝を持ち上げます。ランチ。右のかかとを内側に下ろしてビラバドラーサナの足をしっかり作ります。両足でマットを押しながら体を起こして体を横の壁と平行。で、股関節の高さ合わせてから左のももの骨外回しです。胸の高さで手を伸ばし、首伸ばして頭遠くで、左手の指先の方を見ましょう。ビラバドラーサナ B。 尾骨を下に下げないようにしてください。座骨を下に下げて胸を高くで、ゆっくり呼吸をします。息を吸いながら上には伸びるけど下にもちゃんと押し切ってください。では左膝を伸ばす。右足で押す力を使いながら前です。お尻を引くんじゃなくて右のお尻の力をちゃんと使ってください。で、左のももの骨外に回しながら左のももの裏の伸びを感じます。骨盤から背骨伸ばしてトリコナーサナです。下の手に乗っからないで自分自身を押し上げながらゆっくりと手だけが後ろ行かないこと、
胸が開いたその先に右手を持ってきます。足に乗らず、足はずっと力強いまま、股関節を潰さないようにお腹を引き上げ続けてください。ゆっくり呼吸。じゃあ足を強く踏みます。右手に引っ張られるように一回起き上がりましょう。ビラワドラーサナ B。 そしたら左足を伸ばして右足のつま先を外、右膝曲げながらマラーサナ、左のももの骨を外回ししてください。で、腰を丸めずに背筋伸ばします。大きく息を吸いましょう。自分の体を引き上げて、で左のももの骨外回しで、吐きながら体を右にツイストします。左手で右の足首を持って左のお尻はマットについていいです。上に伸びましょう。で、遠くからゆっくりと側屈、遠くへ遠くへ遠くへ。で、肩甲骨は開いた状態です。外転の状態で、右手の手のひらで左の小指側持てたら持ちます。で、そこから胸を天井の方に開く。肘だけいかないように胸を開く。スリアヤンタラの練習になりますね。左右の骨盤、右の骨盤から肋骨が離れていくというイメージをしましょう。じゃあゆっくりと右手に引っ張られるようにお腹の力を使って起き上がって合掌を吐きましょう。右足を踏みながら上体を戻す。で、左足ゆっくりとビラバトラーサナに戻りましょう。では足を1回伸ばして足の幅を少し狭くします。で、両足でマットを踏んだ力お腹で引き上げて、もう1回トリコナーサナに入ります。左のももの骨をちゃんと外回しかけながら、で骨盤から背骨を伸ばしながら入ってください。では右手で左の足首を取ります。左手は右手と左足の間から差し込みます。で、さっき練習したような感じ、パリブリッタです。体を少し胸を開いていくようにしてひねりましょう。ゆっくり呼吸。腕だけでいかないように胴体使ってください。じゃあ顔を抜きます。左膝曲げましょう。左手をマット。左手で床を押しながら体引き上げて右の胸を開く。その先に天井に手を伸ばします。右手の手のひらを頭の方に向けてゆっくりと後ろの足で蹴った力をお腹引き上げて右の腕の方へと伝えていきます。顔だけで手を見るんじゃなくて胸を手の方に押し出すようなイメージでいきましょう。吸って、じゃあ次の吸う息で体を起こして1回ビラバドラーサナ B に入りましょう。吐く。では体を立ち上げます。右の骨盤を正面に向けて後ろの足のかかとを上げましょう。で、両足でマットをしっかり押します。で、左膝曲げながらランジです。下腹部を引き上げましょう。で、骨盤高さ一緒。大きく息を吸って左の腕が上、右手が下です。で、骨盤立てたままみぞおちからお辞儀。自分の手のひらで肩甲骨を開いていくような感じ。背中を丸める練習をしてます。肩甲骨から肘を押す練習。ゆっくり体を起こしたらガルーダーサナの手を取りましょう。親指が自分の方です。息を吸って今度は股関節から前屈。後ろの足の力から頭まで遠く。少し左足を外に開いて体を内側に下ろします。で、肘を床の方に下ろせる方は下ろします。肘に乗るんじゃなくて肘で床を押して胸をしまいます。で、呼吸しましょう。左のお尻が左に逃げないように後ろに引きます。股関節を引き込みながら背中から肘、腕を押し出す練習です。呼吸しましょう。じゃあ手をマットで、体を少し起こします。右の膝をつきましょう。左足をちょっと外に開きます。で、胸を引き出す。左手で左の足を持ったら、左のももの骨を外に回して股関節を少し開きます。で、息を吸ってお腹引き上げる。パリブリッタ、少し体をひねっていきます。
自分に乗っかっていかないように自分のことを押し上げながら股関節をちゃんと動かしましょう。深く息を吸ってで吐く。そしたら体、顔正面、両手をマット、左足のつま先戻して右足をゆっくりと前に抜きます。左手離していいので右足を前で座りましょう。で足は骨盤幅くらいです。左足は前すぎてもかかとを寄せすぎもしないで、くるぶしの上に膝背筋伸ばします。お尻が床についたまま前屈をします。で足がこう開いていくので足を自分の体の方に寄せて前屈、肘をできるだけ床の方に下ろせるように押しましょう。左足は踏んでる足になります。踏みます。では顔を上げて左の腕を内回し、すねの前側、できるだけ足首の近くに手を回して左手で右の手首をつかみます。お尻を浮かせればどんどん前に行けちゃうので、お尻をできるだけ床の方に下ろしたまま前屈をしていきましょう。腰をしっかり伸ばしながら体幹の力、お腹の力で前屈。お腹の表面が硬くなると前屈は深くいけないので、お腹の奥を薄くしていって前屈します。じゃあゆっくり顔を上げて一つ息を吐く。そしたら体持ち上げましょう。で左足が自分の体よりも後ろに行くようになったら、左の足を肩甲骨の後ろ、膝が肩の方ですね、肩甲骨の後ろに引っかかるようにします。お尻ができるだけ床についたまま後ろで、左手を外に置きます。左足を自分の意識で伸ばしましょう。ももの前側を使って伸ばす。右手を天井方向から外旋です。腕外回しで小指側からキャッチします。で手をあんまりグイグイ頑張んないで胸をゆっくり開いていきます。パリブリッタのスーリアヤントラです。体を少しずつひねってみてください。左右の座骨が床についている状態、骨盤を安定させて体をできるだけ少しずつ開きます。で足は外に行こうとするので、自分の足の力、内ももの力も使って体の方に寄せておいてください。では正面見て膝曲げていきましょう。で両手をマット、胸をしまう力を使います。肩甲骨、背中を開いて胸丸めて自分のお尻を持ち上げてみましょう。でキープします。背中から床を押す。そしたら右足を曲げてちょんとつきます。で左足をついてから右足後ろに引きましょう。左足を抜いてダウンドッグポーズです。両ももの裏側を伸ばし股関節を使っていきました。手でマットを押す力をつけています。では一回ビンヤサ吸いながら上体を前、吐いてチャトランガで吸ってアップドッグ、胸を開くで吐いてアダムカシバナーサナ、ダウンドッグポーズに行きましょう。そしたら一つチャレンジのポーズやってみましょう。で手と手の間を見ます。歩いてもいいし、ジャンプで手と手の間じゃないや、手と手の外側に足を下ろします。ゆっくりと足を下ろす。歩いてきてもいいです。そうしたら足の幅を少し狭くします。でさっき肩の後ろに足をかけたので、手で足首を後ろから持ってちょっと足を狭くしながら肩の後ろに足が来るようにします。両方とも。でゆっくりと自分の足で自分の肩を挟みに行ってください。開くじゃなくて挟むです。で手を肩幅、足首の後ろに手をつけばいいですね。で膝を曲げます。自分の足で肩を挟み続けながら顔を上げます。で股関節、お尻が床の方でお尻を上げてみてください。足を上げる。で自分の足で腕を挟み続けてます。で挟んだまま足伸ばせそうだったらゆっくり伸ばしてティッティバーサナです。スーリアヤントラを両方やってると思ってください。
で、足は引っ掛けるだけだと落ちていっちゃうので、挟み続けて親指を遠くに押します。もう一呼吸で、ゆっくりと足をマットにつきましょう。で、お尻を天井方向、前屈をします。顔を上げて胸を引き出しましょう。両手をマット、足を下げましょう。で、チャトランガダンダーさん、アップドッグ吸って胸を開く。膝ついて四つん這い、吐いてチャイルドポーズ取ります。おでこマットに落ちる方はおでこマット、肘を浮かせないでだらんと落としましょう。背中腰に呼吸を入れます。じゃあ手を自分の方にちょっとずつ歩かせながら、最初にやった動き、背骨をしっかり丸めていっておでこと膝をくっつけましょう。背面の広がりを感じて、で、体を起こしましょう。一つ息を吐く。正座の状態。骨盤立てたまま、手を上げます。前から上げて、胸を開く。じゃあ手を頭の後ろです。肩甲骨開いたので、肘曲げて、肩甲骨を寄せます。そのまま手をつないで、もう一個肩甲骨を寄せて、胸を上。で、前に出るんじゃなくて、座骨でかかとを押すようなイメージ。拳がマットに落ちるなら拳を落として、胸をもう一個天井方向。肩甲骨寄せる練習です。ゆっくりと体を前へ。で、両手をマット、足を崩します。で、今のを仰向けでやりたいと思います。じゃあ、マットから頭が出ない位置に行って、足は拳一つ分ぐらい。で、かかととお尻をなるべくくっつけます。で、手で体を支えながらゆっくり仰向けになりましょう。で、一度恥骨が多分上向いてるので、恥骨を向こうに押します。で、腰に手のひら1枚分ぐらいのカーブ。座骨から頭頂遠くで、両手、手のひらじゃなくて腕を床に下ろしてください。そうすると鎖骨が開きます。で、深く息を吸って、この状態で座骨から頭頂が遠く、指先をかかとの方へ伸ばしていきましょう。じゃあまずお腹を薄くします。で、腰をマットにグッと押し付けるんじゃなくて、お腹を薄くして恥骨をみぞおちの方に軽く引き寄せると腰が伸びていきます。で、そのまま膝を向こうに押し出していってください。足は床を踏みながらつま先の方に押して膝を向こうで、足の力を胸に伝えます。骨盤じゃなくて胸を上げる。で、肩甲骨寄せます。今日腕で自分のことを支えたので、その反対の動き、肩甲骨をできるだけ寄せて腕全体で床を押します。で、胸が開く。足を前に押して膝を遠くへ押し出し続けて、その力が骨盤じゃなくて胸に上がっていくように。で、顎引いちゃうと首が落ちます。天井の方をしっかり見て、首とマットの間、背骨、脊柱が床に落ちない状態です。少しももは辛いと思います。お尻は力を抜いている状態で、もう一呼吸、胸を開きましょう。では手を離して背骨一つずつマットゆっくりと下ろしていきます。腰まで落ちたら膝を胸の方に寄せて、で、手を膝の上、息を吐きながら膝を胸の方まで軽く寄せましょう。お尻、腰を伸ばします。で、少し体を左右に揺らして背中をマッサージしていきましょう。背中が緊張していないかで、背骨が広く、背中も広くで、骨盤が重たく床に落ちていきます。ではそこから一度膝を立てましょう。ティッティバーサの足を外に開いていたので、足を閉じる力をつけておきます。
膝を立てた状態、足を閉じたら右足を左足の上で、内ももの付け根のあたりをぎゅーっと絞っていってください。でここでも腰をこうやって丸めない、ちょっと見づらいんですけど、骨盤に手を置いた時に指先側は上を向くんじゃなくて、指先を遠くへちゃんと伸ばしてください。骨盤と腰椎の関係性をちゃんと作ってから、足とお尻を少し右に寄せます。ここから両膝を左側に下ろしていきます。座骨は足の方に伸びて、で胸を開きます。内ももの付け根をキュッと寄せたままいきましょう。で背中は少しリラックス、左の肩甲骨、背中を開いといてください。で右の胸を開きます。左右の座骨は遠く、頭も遠く、大きく息を吸って吐きながら右手を左手の方へ持っていきましょう。でなるべく指先で床を触りながら天井方向伸びます。で胸を開くように右手を大きく開いて、で大きな円を描きます。お尻の方まで来たらもう一度左手側に行きましょう。息吐いて吸う息で伸びる。でそこからそーっと胸を開く。でお尻の方まで下ろしたら一つ息を吐いて、ゆっくりと両膝を立てていきましょう。さあずらした足とお尻を元の位置へ。で足を変えます。今度は左足を引っ掛けて、ももの付け根をキュッと寄せます。で最初に多分腰が丸まるので、指先を恥骨触って、恥骨が向こうに行くようにまずセットしましょう。腰と骨盤の関係性を整えてから、右足をマットの左側で、お尻も左側、そこからゆっくり両膝を右側に下ろします。左右の座骨が遠くです。頭も遠く。ひねるときは特に背骨にちゃんとスペースを作って、一番動ける状態を作ってからひねってみてください。でぐいぐいいくよりは、ここはちょっと力を抜いていきます。肩が完全にマットに落ちなくても気にしないでください。時間をかけて少しずつ。じゃあ左手をゆっくりと体の前側、右手の方向へ持っていきます。で左手床を触りながらゆっくり頭の向こう伸びをします。そこからなるべく左の胸を開くように遠くへ手を回す。でお尻の方まで下ろしたら、もう一度右手側に行きましょう。吸いながら伸びて、で伸びたところからゆっくり左の胸を開くようにツイスト。胸のツイスト、腰のツイストも少し入ります。ゆっくりと体を閉じる。もう一度伸びて広げましょう。で余分な力を抜きます。ではそーっと両膝を立てていきましょう。ずらした足とお尻の位置を元の位置へ。足を解放しましょう。もう一度膝を胸の方に寄せます。で深く息を吐いて、お尻腰を伸ばす。余裕がある方は少し頭を持ち上げて、鼻先と膝を近づけて、背中の上の方も広げていきましょう。ゆっくりと体を下ろして膝を立てましょう。で腕を解放。腰が痛くなかったら足を伸ばして、で体の力が抜ける場所を探していってください。自分に必要な動きがまだあれば、必要な動きを取り入れてからゆっくり動きを止めます。大きく息を吸ってため息をつくように。ではここから10分ぐらいシャバーサナを入れてください。全身の力を抜いて、緊張しているところを探し、その緊張を自分の意識でほぐしていきます。で緊張が取れたと思ったら、
なるべくその意識も少しずつ自分から離していきましょう。いかがでしたでしょうか。今回はパワーヨガをちょっとギュッと短めに撮ってみました。で、インスタグラムをやってるんですが、インスタグラムの方でどんな YouTube 見たいですかと質問したら、ちょっとアドバンスポーズを入れてみたいっていう話があったので、それを今日はティッティバアーサナというアーサナに向かって進めてみました。本当はもうちょっと時間をかけて体をほぐしたりとか、筋肉を効かせたりしたいんですけど、今日は慣れた方向けだったのでポン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 進んでいます。なのでまずその一つ一つティッティバーサナに入る前のポーズでもしできないポーズがあったりとか、そこまで膝伸ばせないなっていうポーズがある場合、ティッティバーサナでも多分膝を伸ばすことができなかったりとか、肩に足をかけて自分のことを持ち上げる動作ができなかった場合は、ティッティバーサナでも多分自分の体が持ち上げるのが難しくなっていくと思うので、前のポーズができない場合はまずティッティバーサナにチャレンジするよりも基本ポーズで必ず練習を深めてみてください。で、怪我のないように自分の体に合わせた深さ、私はちょっと柔軟性が高いので割と深く入れちゃうんですけど、無理にきついところまでやる必要はないので、自分の体と話し合いながらアドバンスポーズも楽しくチャレンジをしてみてください。それではまた一緒に練習をしましょう。ありがとうございました。